映画を作りたいんですよ、僕は。美しい映画を。で、映画っていうのを追求して50何年間やってきたわけですけどね、もうそろそろ60年近く、まだまだ本当に映画っていうのはつかめてないと僕は思ってるし、この映画でも、素晴らしい映画ができたっていうことを皆さんに喜んでもらいたいんです。で、映画っての美しさをそれで満喫してもらいたいんです。映画監督黒澤明は1910年東京品川区東大井に生まれました。父勇は秋田県の種族の出身で陸軍の体育教官を務め、当時は江原中学の理事でした。母島は大阪市の商家の出身でした。しかしここで一般の家庭と黒澤家の家庭とでは少し隔たりがあったようです。つまり当時映画を見ることは教育上好ましくないという風潮があったにもかかわらず、軍人出身の厳格な父は率先して家族を連れて映画館に足を運んだのです。彼は幼くして数々の活動写真の洗礼を受けることになります。そして多感期に入った黒澤少年にその後の膨大な影響を与えたのが彼より4歳年上の兄でした。この兄平吾は後に当時須田町にあった神田シネマパレスで須田貞明と名乗る活弁士となります。晩年黒澤明は我ながら驚くほど映画の歴史に残るような作品ばかりを見ていると回想し、兄平吾に感謝しています。こういった黒澤明の育った環境を振り返ると、黒澤明は映画史と共に歩み、そしてその映画の創造に一生を捧げたと言ってもよいのではないでしょうか。つまり黒澤明はその誕生から映画と深い関係を心ならずも持っていたことになります。黒澤明という人物を捉えるのに今の時代の尺度で測ることはできません。まず彼は明治に生まれました。坂の上の向こうに見える雲を目指して坂道を登るような時代だったのだと黒澤は言っています。また大正デモクラシーという民主的な時代精神が彼の人間観に大きく影響を与えていたでしょう。明治、大正、昭和、平成と4つの時代を駆け抜けたこの映画の巨人の生涯は即日本映画の歴史というものでもあったのです。私の父黒澤明は1936年4月、ここ東宝撮影所の前身ともいえる PCL 映画製作所に助監督として入社します。父はその時26歳でした。父は助監督時代、山本勝郎監督に師事し、監督になるために多くのシナリオを書き、早くから注目されました。監督としてのデビュー作は姿三四郎で1943年、父が33歳の時でした。それから半世紀もの間、父は第一線の映画監督としてその使命を果たし、30本の作品を世に送り出しました。今回は皆さんと一緒に映画監督黒澤明にとって映画とは一体何であったのか、じっくりと考えてみたいのです。また少しでもこの父黒澤明の残した数々の映画への思いが伝わっていけばと思います。
まずここは映画になるなって感じるのが第一ね。どっかその小説なんかで、例えば今度の場合なんかだとおしまいにおばあちゃんを追っかけていくでしょ、雨の中。でおばあちゃん助けろって、あそこのシーンはなかなかいいなと思ったわけ。まあここのとこは映画としてとてもいいシーンになるなと思ってちょっと興味持ったんですよね。村田清子原作「鍋の中」。映画「夢の後」に黒澤が目をつけたのは第97回芥川賞受賞作でした。夢をね撮ってる時に原作を読みまして、それを土台にしたらこういう話が描けるんじゃないかなと、その時急に思いついたんですよね。で夢が終わってから十何日かでこう一気に書き上げちゃったわけですけど、だから前から構想を持ってたっていうんじゃなくて、その時その原作を読んでその家族の話を読んで、そこで急にイメージが湧き上がって急にこの作品を書くことになって、それをやることになったわけです。黒澤が映画になると睨んだ場面にはこう書かれています。道を曲がった時、私は遠くの暗い田んぼの中に、ほとんど夜のように暗い田んぼの中に白いものがひらひらと動いているのを見て立ち止まった。目を凝らすと白いものの下に人間の体がある。おばあさんだと私は思った。頭に白い手ぬぐいをかぶったおばあさんが走って帰ってくるところなのだ。白いひらひらはけれど一向に近づいてこない。しかし映画は原作とは少し違っています。白いひらひらと動くものと表現される肝心の手ぬぐいは映画には出てきません。代わりに日傘になっています。この違いは一体何なのでしょうか。しかし原作とは全然違うんでしょ。その原作が書いてないとこをむしろ書いてるんだけど、ただ子供たちも可愛いしね、孫たちもでシチュエーションもなかなか面白いしね、ハワイに全然知らないあれがいるっていうのも面白いし、で別にね、それなんとなくこれは映画になるんじゃないかなとは思ったんですよね。でそれはなんか勘みたいなもんだよね。映画と一本の映画になるなとはそういう具合に思うわけ。いつでもなんか黒澤は言っています。パラソルがお釈迦になってあそこでみんな泣くらしいね。あれは一体何だ。あそこでどうして涙が出てくるのかと。あれは何だと言われても僕も説明できない。要するにあれが映画なんだよね。映画になっているところなんだよ。何がどうしたというのではなくてね、あそこでもって完全に映画になったんだよね。一本写真を作るたんびにね、ここのとこは本当に映画になったなと思うとこが、何箇所かありますよね。でも全部がこれ完全に映画になったっていう気はどうしてもしないわけ。わかるんですよ。ここは映画になったなと思う。なんかそういうとこは自分が撮って編集してちゃんとそのシーンではちょっとゾクゾクっとするんですよ。で一本の作品が全部完全にこれは映画だって隅から隅まで映画だっていうのが理想ですよね。感じるってこれは映画だっていうことは分かるんですよ。
映画になる、そのことを黒澤明は論理的に説明できないと言います。映画を説明するということを黒澤明は特に嫌います。それでも何が映画になるか、彼は飽くなき追求をします。映画的なるものの具現化に向けて彼のエネルギーは爆発します。僕はね、映画を作る場合にテーマを最初にみんなに説明してね、それで映画を作るのはとても嫌なんですよ。でそういうことでは表現できないいろんな細かい繊細な人間の気持ちというものがあるわけですから、それをその形でもって受け取ってもらいたいんですよね。だからこれは何をやる、この映画のメッセージは何かって言ってそこで話しちゃってはね、何にもならないと思うんですよね。感情のいろんな起伏がありますね。そういうことでそれを表現していきたいんでね、最初にそのプラカードを掲げるようにメッセージを掲げるっていうのは僕嫌なんでね、それを今そういう形で言うのは大変言いにくいし、僕としては大変嫌なんです。映画作りの根本はテーマではない。黒澤明はそれを力説します。そうではなく、まさに映画にふさわしい映画的な何かを追求することがいい映画を生み出す条件なのだと言います。いや、たくさんあるんですよね。これは撮ってみたいっていうのは。でもね、これを撮り終わってその時になってみないとね、どれが今度の作品になって育ってくるかっていうのは分からないんで、種をまいてその種が芽出すみたいなもんなんですよね。でその時の社会情勢だとかいろんなあれでもってどっかの芽が急に伸びてくる。作品っていうのはそういう側にしてできるんでね、そうじゃなくて無理やり作ろうと思ってもいいものはできないと。映画になるもの、それは発見するのではなく自然に生まれてくると言います。なんかそう感じるんだよね。これいいシーンになるなと思うわけで、このところまさに映画になるなっていうのを感じるんですよ。それがなんか原動力みたいになって映画っていうのできていくんですけどね。それ人によって違うと思うけど、僕はそうね。黒澤明の師山本梶郎は、監督になりたければまずシナリオを書けと黒澤に教えました。黒澤明はシナリオの重要性を痛感し、一生懸命にシナリオを書いたといいます。他のシナリオ作家との競い合うような共同執筆などから数々の名作が生まれました。しかし面白いことに黒澤は原稿用紙に文字を書き記しませんでした。奔放な彼の想像力はマス目を無視し、自由闊達に四角い枠をはみ出したのです。それにいわゆる箱書きというシナリオ構成を行わず、いきなりファーストシーンから書き始めるというのも大胆な黒澤ならではの書き方でした。彼にとってシナリオは生き物なのです。脚本書いててね、その人物が出てきてとこスラ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 書けるんですよ。すごいスピードで。おい、わしもやるぞ。来年こそきっとやるぞ。今年はね、ウジ虫だったが来年こそちゃんとした人間になる。新鮮の駅のすぐそばにね、駒形屋って飲み屋があってね、そこへ僕よく行ってたんだけど、そこで蛭田音吉って弁護士に会ったんだよ。でその時僕の隣にその弁護士が座ってね、ああいうおっさんだったけど、
娘の話を盛んに、それがその通りのセリフ書いてんだよ、僕シナリオだからスラスラ書けたんだね。でこの飲み屋の親父とおかみさんがこうなんか食べ物を作っててね、昔のことだからもうで向こうは行って「来ちゃ酔っ払ってるんだ」と。でその人を取りなすようにさ、僕にそういう話したんですよ。それが頭のどっかにあったのが、その本書いてた時そのが出てきたのよね。だからそれ昼太郎と吉のセリフなんてそろそろ出てくるのはね、本当にその時聞いた通りのこと書いてるのよ、僕は。今から約50年前に黒澤明はこう言っています。新しい作品を生み出していくには、今まで描くことのできなかったものを考えていくことになるが、それはストーリーではなく人物で考えるべきだろう。実は今までの日本の映画は小市民しか描けていなかった。本当のインテリも科学者も芸術家も政治家も、そして労働者も描くことができないでいた。これからはこういう人物を描いてみなくてはならないと思う。よくストーリーがつまらないというが、ある人物を描くことができれば、その周りにおのずからストーリーはできてくる。ストーリー本位の考え方をしても、人物が描けなければつまらぬものになってしまう。なんてどういうこと。類型的人物がいくら出てきても面白い事件は始まらない。現場に着くと黒澤明は時折絵コンテを描くことがあります。新たなイメージが生まれたのです。それもたった2コマしか描けないほど大きく大胆に描くのです。おばあちゃんの話本当かしら。鈴木さんが夜こんなところまで泳ぎに来るなんて考えられないわ。コンテを描くことによってね、全て具体的じゃなきゃ絵には描けないでしょ。だからそれをこうスタッフに見せれば一番よくわかるわけよね。一番やり方としては一番簡単でしょ。で一番わかりやすいからね。絵コンテの修正は頻繁に行われます。映画は生きているからです。撮影の待機中も新しいイメージが生まれれば迷うことなく絵コンテに書き記します。しかもそこにはセリフすら書き込まれるのです。口に出してみてさらにイメージを膨らませます。長崎を見下ろしてるシーンがあるでしょ。あれもコンテ書いたんだけども、あそこロケ地子供たちが来て大体こういう具合にやるんだって言ったら、進次郎がぴょこっと垣根に乗っかったんだよね。僕には考えられないね。80歳はあんなとこに登らないしね。で自分でもって考えてるでしょ。と進次郎が向こうにぴょこっと乗っかったら途端にそれから全部構図も違ってくるし、キャメラの動かし方も全部違っちゃうわけよ。で
むしろ進次郎にリードされちゃったみたいなもんだけど、でも面白くなるんですよね、構図やなんか。これは姿三四郎の闇討ちの絵コンテです。一つ一つのアクションが的確に示されています。黒澤明が青年時代に画家を目指していたことは広く知られています。蘭のイメージコンテはあふれかえる色彩で描かれました。魔術的な色彩美が映画に要求されたのです。マーダダヨではパーティーでの弟子たちの動きを細かく説明しています。黒沢は言っています。映画は雨のシーンがたくさんあったでしょう。撮影はいっぺんに撮っちゃったんですよ。ワンカットで撮れるようになるまでいろいろ考えて、そのためにいろいろなアングルから全部描いているわけです。この家の裏から撮っているアングルも結局はいっぺんに撮っちゃった。要するにコンテというのはなぜ描いているかというと、こういう感じというのをスタッフに教えると同時に、描くということは何でも自分が具体的に分かってないと描けないものですよね。例えば建物がどういう建物で、どこに何が置いてあって何を着ててというのが、それが演出する上でもとても勉強になるんでやってるんですがね。3人形になってください。もうちょっと出てもいいぐらい。もうちょっと出てもいいぐらい。もうちょい出て。はい。むしろ僕はその考えた通りに撮れると割と機嫌悪いんだよ。そうじゃなくて、徹底的に考えますよ。考えてそれを持っていくんだけども、それがなんかスタッフのいろんなこう発想だとかね、俳優さんでこう変わってくるでしょ。で全体の本筋は変わっちゃ困るけども、それをこういろんな具合に膨らんじゃうんですよ。例えば照明が面白いことをすればそれを取り入れていったりすると、キャメラが面白いアングルを見つければまたそれでも変わっていくしね。スタート。遠くで撮っていると全身で演技をするので、ごく自然な演技が引き出せるのである。黒沢映画にはいくつかの特徴的な撮影方法が見られます。例えばパンフォーカス。日本映画離れしたイメージも随所に見られます。印象的な絵作りには余念がありません。黒澤明はいくつもの撮影の革命を起こしました。森の中にカメラが入ることも1950年当時では珍しいことでした。ボー
望遠レンズでのパンニングを効果的に使ったのも当時斬新な手法でした。誰もが移動撮影だと思って驚いたのです。さらに太陽にカメラを向けるなど考えられないことでした。イメージの斬新さはもとより、カメラを太陽に向けるとフィルムが焼けてしまうと思われていたのです。こうした困難な撮影を要求する黒澤監督に敢然と応えたのが、影武者からコンビを組んでいる斎藤隆夫、上田昌司の2人です。黒澤監督の撮影におけるこだわりの一端を見てみましょう。家の中を覗く少年と窓の中の光景、この2つ目のカットを撮るのに撮影したい映像へのこだわりが見えます。このカットの撮影後、カメラは前進せず、そればかりかピクリとも動きません。このカットを撮りたいためにカメラは動かず、壁の方を取っ払うのです。よーい。こうしてこのシーンは撮影されました。黒澤組は映画の学校です。斎藤隆夫は中井正和の下で黒澤作品を学び、上田昌司もまた斎藤隆夫の下で黒澤映画が何であったかを学び、今があるのです。雷のシーンだけど、猛烈な稲光がするわけで、それを長い時間であそこ何分ぐらいになるかな、おしまいまで一気に撮っちゃうつもりなんだけど、ここの時にこの稲光がどのぐらいの強さでやるとか、それはどっちからその光線が入ってくるとか、それを照明と打ち合わせてたんです。それにちょっと待って、一回戻しますか、じゃあ。もうちょい。あらあら、もう今よりもうちょい長めに。電気を消すタイミングがあるんですね。この方がいいでしょ。真ん中。これ佐野ちゃん、こっちからのばっかりで面白くないね。横からも欲しいね。横からでこっちからのフラットになっちゃって、こっちからあそこから入ってくるやつの方がいいね。黒澤がカラー作品を撮ったのは、日本映画がカラー時代に突入して幾年か経った後でした。カラー映画の照明はモノクロの照明とは違います。当時確立されたカラーの照明では黒澤は満足しませんでした。彼の色彩感覚はより深く、より鮮やかに色を感じさせようとしたのです。
黒澤明はかつて照明に関してこう述べています。今のカラー撮影は照明が間違っている。色を出すために全てに光を当てようとする。黒澤はだから全体がのっぺりとした色彩になってしまうと言います。したがって例えばグリーンという色も今のカラーフィルムだと深いグリーンにならずにペラペラのグリーンになってしまうのだそうです。木はその黒に赤いライトを当てると言います。すると彼は風景を撮影する時にさえレフに色をつけてイメージの色を強調します。赤には青、黄色には紫といった具合に補色をかけます。まるで油絵の具を塗る時のテクニックのように。だから色の厚みが出るのです。こんな部分にもかつて画家志望であった黒澤明の素養が生きているのかもしれません。しかしこういった黒澤映画の持つ色彩感覚に敏感であったのは照明監督の佐野武次でしょう。晩年の代表作「影武者」から遺作となった「マーダ大王」までの照明を担当した彼の功績は大きいのです。この滝はなんていうの、きれいな水で異様な色っていう感じで、我々のところは滝にライティングをするわけ。それが黒ですね。で第一機材を運ぶのに大変なところなんですよ。だからワイヤーで、クレーンを使って機材を運んでます。カッパが出るような滝という台本があったんですよ。ですからうちの方としては普通の滝じゃなくてね、やっぱり異様な色の感じの滝壺を出したいっていうのが僕たちの狙いで、監督の台本を読めばそういうしなきゃならないというふうに書いてありますからね。ですから滝をどうして色をつけるか、滝の壺ですね、滝壺をどうして色をつけるかっていうので、集魚灯っていうライトがあるんですよ。その集魚灯っていうのは海の300メーターぐらいのところに、明かりをつけてだんだん持ち上げてきて網ですくうというライトがあるんです。それを20、30個滝壺に、沈めまして、で色をつけて点灯しようと思うんです。そうすると滝壺が異様な光を放って、監督が狙っているその何ていうんですか、滝壺になると思うんです。集魚灯っていうのはそうざらにあるものじゃなくて、我々たちが色を見ましてね、じゃあこの電球を作ってくれって言って作ってもらったんです。ですからこのライトを後々使ってもらえればいいんだけども、もしかすると使い捨てになる可能性もあるんですよ。ですから監督の台本や絵コンテなんか見るとそういうことは除外してね、やっぱり監督が撮りたいというその滝壺にするためには我々は努力をしてやるんです。ですから今回も成功すればいいなとは思っています。黒澤映画の美術監督として欠かせないのが酔いどれ天使の時に美術助手として初めて参加した村木義郎です。そして彼は生き物の記録で美術監督としてデビュー。以来黒澤作品の常連として活動してきました。その彼が映画美術についてこう述べています。映画の美術といっても日本の場合は歌舞伎の様式と慣習に深く影響されている。それゆえにシチュエーションによって大道具小道具の分類が変わるので
大変厄介である。例えば木に咲いている造花は大道具、手に持つ小枝の造花は小道具、走る馬は小道具で、砂ぼこりは大道具。また火事のシーンを効果的に見せる役割は小道具で、その燃える城のメインは大道具ということになる。いやはやなんと複雑なことでしょう。ここでは映画のセット美術について思いを馳せてみましょう。まずここまで取るでしょ。そっちまで取っちゃって、これを一つ奥に入れたやつで、一個だけこういうやつ。これがね、あまりにも大きいからね、これがね、印象が薄いから。いやでもそういうの。ほらね。はい、わかりました。これが30年伸びるあるでしょ。そうだね。にするでしょ。30。白いのさっきの白いの。白いちっちゃいの。ちっちゃいの。ちっちゃいの。いいから。赤ひげの時なんかでもある日行ったら雨戸の上に茶碗がずっと並んで、そのにこうなんか雨戸を乗っけて「何してんのかな?」って言ったらこうやって開けてみたら全部お茶が入ってんだよね、その茶碗に。茶渋をつけてるわけよ、その小道具は。そんなの映らないよ。でもみんなそこまでやってるわけよね。そこは映らないからって言ったら、もうそんなこと言い出したらもうダメよ。映らないとこまで一生懸命やるような気になるんだけど、映るとこもうちゃんとはできないよね。ものを作るってないもんなんだよね。セットはまず美術によって建てるでしょと。それを僕はセットとは言わないんだよね。それからあそこにおばあちゃんが住んでて、おばあちゃんの兄弟もたくさん住んでたわけでしょ、おじいちゃんも。で今の時代まで来たんだから、その感じをいろんな人が生活してきて今も住んでるっていう感じが出るまでには随分かかったよね、あれあそこ行って毎日行って。あれ最初はね、なんだよこれ時代劇かよっていうぐらいにさ、昔のものしか出てねえんだよ。で今だったらコカ・コーラぐらい飲むぜっつって、コカ・コーラのさあれをちょっとそこ置いてみろって言ったりさ、そうするとね美術部はねそれを全部見せるように置くんだよね。なんかざるかなんかそこでこれをっぽり出してたらちょうど見えるように、それじゃダメなんだって。そこに置いてそのままこう見せるんじゃねえんだよ。このうちでそれをどう使ってどこへおっぽってたかっていう具合のその感覚でやれよってなかなかそういかないんだよね。美術は見せるようにやるんでね。
すぐきちっと従うんだよ。すぐ出てってこうやって髪の毛をほっとけって言うの、その自然になってんだからっつって全部絶えずこう髪溶かしてるわけじゃないよ人間はっつってすぐこう出てってこうやるだろ。黒沢映画に参加するスタッフは常に黒沢のイメージをさらにプラスアルファしたものを要求されます。それはもっと大胆にという言葉で代表されます。衣装もまた同じです。つまり自分のイメージよりももっといいものはないかと探求するわけです。同時に自分のイメージ以上のものが出現した場合はすぐに自分のものは却下し、その新しいイメージを自己のものにしてしまう貪欲さと純粋さがあります。またそれらのイメージは黒沢の過去の記憶からもよみがえります。例えば夢の中の水車のある村の壮烈の衣装は助監督時代に馬という作品で津軽にロケハンをした際、稲刈りで実際に見た光景だといいます。その羽織というわら帽子と刺し子を着ていろいろな色の頬かぶりをした女の子たちの立ち働く姿は日本の風景のようではなかったと言っています。一方戦国時代を再現する場合は現存する衣装鎧兜はほぼ重要文化財の指定を受け撮影に使用することはできません。したがってその大半を時代考証をもとにオリジナルとして作っていくわけです。この時に重要なのはただその時代の衣装を忠実に再現するだけでなく、その作品に合った色彩機能をそこに必要とすることです。ここにデザイナーとしての黒澤明が登場するわけですが、これも全て黒澤にとっては演出の領域であるわけです。したがって黒澤の言うように着物の下着のような見えないものまで何かの弾みでちらと見えることを考慮に入れて用意するということになります。また衣装はリアルでなければなりません。時代劇が成人式の着物であってはいけないし、農民が常に新しい着物を着ていても様になりません。黒澤はこう言っています。衣装でも7人の侍の百姓なんかも全部家へ持って行かせてね、時々着てろと。そうすればどこが汚れるかってのがわかるから、ボロになるところは軽石でこすったり、テカってるところはテカらせろと言っておいてね。するとみんな一生懸命やってきますよ。それで初めて身につくんでね。皿のものを着せたって絶対ダメ。落ち着かない。もちろん大体は作っときますけどね。と。スクリーンに映し出される全てのものに責任を持つ黒澤明の姿勢がここにあります。やっぱりあそこが一番映画を本当につかむところですからね、編集っていう作業が。だから面白いしラッシュが上がるでしょ。そうするとその日は残業するんですよ。黒澤明は撮影した全てのフィルムは編集するための素材に過ぎないと考えていました。彼は映画の編集をエディターに任せるということをしませんでした。そして編集の仕事を最も面白く考え楽しんでいました。複数のカメラを使用する彼独自の撮影方法も絵コンテを描く作業も
その全ての行動が編集するための過程の作業であると言ってもよいのです。同時に黒沢は時間の許す限り撮影したフィルムを即編集しスタッフに見せました。スタッフにさえなかなか理解できなかったシーンでも彼が編集してみせるとスタッフはわーっと乗り気になり、なぜあのシーンを何日もかけて撮影を粘ったかが理解できたといいます。この編集という作業によりスタッフを一丸として統率することに利用する方法も黒沢流演出術の一つだと言ってもよいでしょう。もう早いんだよな。世界で一番早いんじゃないかな。僕不吉祥だけど編集だけはね、でこうやってこう見ながらこっちにこうフィルムがたまるでしょ。とこう盛り上がってそれこっちペペペなんてこうやりながら、ね、自然にこうやると袋をこうやるとフィルム沈むわけよ。そういうのごく自然にやっちゃってるけどね、それは、体にこうついちゃってるからね。でそこまでいかなきゃダメだって言うんですよね。映画やってんだったらフィルムにもっと慣れろっつって、でフィルム巻くんだって難しいんですよあれ。キュッと巻いてからあれぐちゃぐちゃにこんがらがあったらあんな始末に悪いもんなんで、そういうとこから覚えてけっていうわけで、このクローズアップってどのぐらいですかって言ってこれで分かっちゃうね僕なんね、これだけでこのぐらいとかさ。体で覚えなきゃダメだよ何でも。稲光のとこあるでしょ。村瀬さんがねどうしても芝居の人だからさ、段取りを自分でつけてて段取り通りそうじゃないんだっつってさ、あの時俺相当機嫌悪かった。ひっくり返ってもつまずいて転んでもいいし、とにかく子供たちをとにかく白いもんで包まなきゃいけないと。だから次がどれって次がどれも答えのしまいにさ、相当俺イライラしてたろ。それを早く取って早くもっと早くでこっち逃げて2人、そこでただどうしたんですかおばあちゃん。ピカちゃん来いよ。ピカちゃん一番よかと。違うちょっとセリフ入れてくれ。ちゃんとやってセリフ。それがね遅いんだよ。もっとパッとかぶせちゃうんだよ。そんな丁寧に車が来たっていいの、2人に引っ掛けちゃいいんだよ。スタート。でもどうしてもできないんだよねそれぐらいね。だからこう噛まないって言ってこうすっ飛ばして編集しちゃおうと思ってさ、あれすっ飛ばして編集してるわけだけど、とねバババーッと稲光がバーッとなると2コマ白身を入れるわけ。そうするとねどこへ飛んでもおかしくないんだよねこれ。白身を入れると、これはちょっとおかしいんだけどね。パッとしてでもその次ね相当大体カクッときますよね動きが。それおかしくないのです。その白コマ2コマ入っただけでどこ行ったも。おばあちゃんピカちゃん。おばあちゃんどうしたの。おばあちゃんどうしたんです。おばあちゃん。ピカちゃんお前たちも早う恋ばかぶれ。恋がピカには一番よかと。白かも巻き取って助かったもんだたくさんおった。黒澤明は編集で最も重要なことは主観を排除することだと言っています。撮影時にいくら苦労して撮ったカットとはいえ、観客が理解に苦しむようなカット、また面白くないカットであればバッサリと切るべきだと言います。そして監督としてこのことは分かっていることだが、なかなか実行が伴わないことだと説明しています。
映画っていうのは映像と音響との掛け算みたいな話でしょう。音楽とユニゾンの関係の時もあるし、対標的になる方がいい場合もあるし、そういう具合の関係だろうと、音楽と映画っていうのは。でそれをだからある場合には音楽としては半端でも半端だからかえって映像とあれしてまとまった一つのものとしていい場合もある。音楽として完成したものがつけるとかえって邪魔になっちゃう場合もある。まあ映画音楽って方はなかなか難しいね。いろいろトラブルもあるよ。ほらね、音楽家はどうしてもね、音楽として完成した形でのものを使ってもらいたがるんだよね。そうするとね、映画音楽っていうのは早坂はその点よく分かってたんで、映画音楽っていうのはいわゆる音楽とは違うと。7人の侍でさ、平八が死んでね、こう吉代が百姓隊で泣き出すとか走ってって屋根の上旗立てるでしょ、平八の旗を。だからパタ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 ってなるでしょ。あそこその侍のテーマをさオーケストラでこう早坂ってここでまだフルオーケストラで侍のテーマが出るのは早すぎるんだって言ってさ、そうじゃなくてトランペットが3つか4つか、まあそれは数は分かるんだけど、それでもってタタ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 ラタンタタタタタタタティララーっていうかにならねえかと。でバタ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 って風にしてたら「あそれはいいですね」っつって、そんだったらトランペットの音がねこう反響した方がいいだろうっつってこう6人ぐらいトランペット集めて今の東宝のステージ真夜中よ、そのステージに金かせたわけよ。たら早坂が何回も「違う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 」って朝までかかって。まあ、でそれをあそこに使ったんだけど、翌日成城中から文句が来て寝られなかったって言ったよね。そりゃそうだよ、もう力いっぱい吹いてんだもんあれ。でも映画ってのはそうなんだよ。そういうそれはね音楽としてはちょっとおかしいんだよさ。まさか死にました。父さん、葵さんが勝った。葵さんが勝ったと叫びながら雅子は死んでしまった。黒沢は言います。娘が死にましたと泣く場面の早坂文雄の仕事は画期的でしょうね。トランペットは悲劇的なシーンには普通使わないものなんだなと。羅生門の時もさボレロで随分大論議になったんだけどね、あれボレロってのはボレロってラベルのボレロだけどさ、ボレロっていう形式はあるわけでね。だからあれメロディー自体は早坂が書いたのは大変日本的なメロディーをボレロの形式にしてああいうようにやってったんだけど、
でもそれ聞いててもやっぱりラベルのボレロってのはみんなあまりにもよく知ってる。ボレロは全部ラベルになっちゃうわね。そうするとうっとそのラベルっていうと日本の話でさなんかこうちょっとこうなっていろいろ向こうでも言われたりしたけどね。だからそういうとこは大変難しいよね。これまでの日本の映画音楽のようにねどうしてもその映画音楽家の書いた曲じゃなきゃいけないという常識みたいのがあるでしょ。だから一番強烈なのはね、例えば簡単に言うとね、大変悲しくて苦しい時に現実音でね大変楽しい音が聞こえてるとねその悲しさとね苦しさみたいなのがぐーんと出るんだよ。バザーどうした危ない？小娘が怖いみたいだぜ。そうよ。あの人を見るの私怖い。あの人私の夢の塊です。それまでの映画音楽は単なる物語を説明するための曲想にとどまっていました。黒澤映画の音楽の使い方は常に我々の度肝を抜いてきました。ドラマってもっと人間的ないろんなもんでしょ。それとこう音楽とが不思議な絡み方になってくるわけだけどさ、音楽を最初に考えてそのままやらせたらねそういう人間的なものを全部すっ飛んじゃうよ。うちもあんめば忘れられん。あげんこあかめはなか。そこねセリフだけで言っちゃうから、むしろセリフはもっとぶっくらぼうでいいんですよ。うちもあんめば忘れられん。忘れられん。うちもあんめば忘れられん。あげんこあかめはなか。今のおしまいの調子はいいですね。そういう具合にね少し全体にセリフ勘違いして抑揚つけすぎてるからもっとぶっきらぼうでいいですね。もうこの時はね4人っていうかその時のあんたになっちゃわないとね。これとタイミング。そうそうもう孫たちのこと忘れてその時の自分になっちゃわないと。そんじゃないとね孫たちに目が見えないね。でそれおばあちゃんの異常な状態を見てって後で寄り集まってこう見てると想像で目が見えるわけですよね。それが肝心だから、そういう具合にやってください。だからもう絶えず向こうへ気持ちを言っちゃってる。それから鈴木氏があれしたって時はもうその時の鈴木氏を自分がもう見てるみたいにね。鈴木氏は小芝に浮かして目向いてる。まだ空ば見上げとった。その時からピカの目に取りつかれてそん目ばっかり見ゆけん。
そういう絵ばっかり描きよったとじゃ。それをね書きよったとじゃってでもこの連中に説明するような言い方だけどそうじゃない。鈴木氏が聞いてる人に見えるような感じで言ってください。だからもう4人のこと忘れちゃっていいの。だからここへこうドスンとこうあれしてこの鈴木氏は腰は抜かして腰は抜かして。だから鈴木氏見てって。鈴木氏は目抜いてまだ空までやめとった。その時足をこっち。目向いてどうしてもこうなっちゃうんだよね。こう見たらまだ空ば見上げとった。鈴木氏はおばあちゃん。いや構わないんだよ。村さんは勝手に動いてそこへどうでそれに自然に答えりゃいいんだよ。でそういう段々で考えてるからいつまでたったってよくなんないんだよ向こう。どこでどうなってどうなってなんて考えてるからダメなんだよ。自然にやってくれ自然に。だから思い切ってやって。だから最後もこうあの人いてバーンとこう飛び込むみたいにしてこうやってこう押さえてね。はい。まあ体力的に大変だけど。これ、そこはなんかスイッチ入ってる？何を？頑張ってください。要するにね、あんまり難しくはないんですよ。僕の考え方ってごく自然に生き方自体は僕はごく自然に生きたいと思ってるしね、何でも自然にっていうことをいつでも言ってるんだけども、俳優さんの演技でも何でもだからこういう具合にって考えてても決してそれに僕固執しないね。その時俳優がこういうことしようと思ってそれが良かったら平気で取り入れるし自分が考えてなくてもね、ただ本筋さえ間違わなければねとっても難しいんだよ。例えば映画学校を作るっていう問題があってね、映画学校を作るのはいいけども常識的なことは教えられるよ。だけどね才能は教えられないんだよね。だからでも映画なんであるって言ってこれまた難しいんだよね。映画が分からない人には分からないんだよねこれね。これ映画ってどういうもんだって抽象的な言葉で説明しようって言ったって俺にはできないね。映画監督黒澤明は終生映画とは何かということを問い続けてきた映像作家です。そこのところを彼はこう説明しています。演出の仕事の中には俳優の演技の指導、撮影、照明、録音、美術、音楽、編集、ダビングという仕事があるわけだが、一応そう分類しても自分の中にはその全部が一塊に溶け合っていて、その一つ一つを切り離しては考えられないと黒澤はあらゆるパートで革新をもたらしました。彼は初めてカメラレンズを太陽に向けた監督であり、俳優の目にキャッチライトを当て熱病の少女を表現した演出家であり、地面に家の影を描く遊び心の持ち主であり、ロシアに行って全編ロシア語のロシア人の作品を撮る国際人であり、現在の刑事映画のローレン刑事と新米刑事のコンビの典型をいち早く描いてみせた先見の人であり、海外の映画作品で一番リメイク率の高い映画人です。そして最も映画における科学技術の導入を図った映画作家といえましょう。その視野は映画館の在り方、映画教育の問題にも向けられていました。黒澤明にとって映画の演出は彼が生きるのと同じように多面的であったと思われます。つまり黒澤明にとって演出とは映画の創造そのものであったわけです。
漫画を描いてる人たちで才能のある人たくさんいるよね。これこう漫画描いてた方が金にもなるしね、映画界じゃ金にもならない、そういうとこが日本の映画界が衰微してる原因だと思うんですよ。昔僕が助監督になった時はね、5人取るのに500人来たよね。それも各大学の一番優秀なのが今絶対来ないよ。もうこんなんでね、なぜだって聞いたらね、暗いって言うんだよね、映画界。ほんでそこが発展するとは思えないっていうところに来ないでしょ、優秀な才能は。昔はそうじゃなかったんですよ。成瀬幹雄だとか山中貞夫とかが出だした時でね、映画界ってのはもう才能が輩出してた時代だからみんな来たわけ、優秀なの。優秀なのからこう5人取っていったわけよね。僕は桁外れだったんで、一人だけ変なやつを取ったんですよ。それが方針だったんで、僕は大学も何も出てないしね。だから東大京大慶応早稲田、それから一人なんか不思議な経歴のやつをっていうのが昔の方針だったんでね、 PCL の。今来ないよ。昔は映画ってのは大変だったからね。もうで一番優秀なのが来たわけよ。東宝初期はその助監督っていうのはその幹部候補生だと、だから監督候補だよね。だからその各パートを徹底的にこう勉強させでこうでチーフになった時はいろんなパートを経験積んででチーフになるわけよ。いわゆる昔のチーフみたいに今のやらないからね、それ困るんだよね。合戦のシーンなんか撮っててもさ、本田君がついてるでしょ。本田君がこう広いところで本田君の声は全部通るわけよ。僕の声も一番よく聞こえる。助監督のは全部これでやるでしょ。で徹底しないのよ。で声出させてもね、その聞こえないね。あれやっぱりある訓練なのよ。だからこう本番の前にこうお静かにってチーフが言うわけね。シーンとするんだけどさ、そのお静かにってのはね通らないね。こう僕は割と甲高い、自分では甲高いんだよ。お静かにってこう言うんだけど、チーフの時はあるチーフはお静かにってそれでもそのシーンと通るようになるわけね。そういう仕事年季あれすると。だから合戦場みたいな時でもね「なんとか」って言ってるでしょ。でもこれでやってるやつは全然ダメなんだよね。井野さんなんかの声なんておとなしい人がね「なんとか」って言うとスパーッと全部通っちゃう。これはもうその訓練よ。でもそれがないと本当は困るんだよね。こう憂えてみせる黒澤明ではありましたが、彼は映画への愛情、そしてそれに続く人々がいることを忘れてしまったわけではありません。逆に映画に対する思いが募っていったと言っていいでしょう。つまり黒澤明にとっての映画の演出とは単なる表現のための技術ではありませんでした。人間としての生き方がそのまま反映するものだと考えていました。ですから演出家が本当に撮りたいものを撮れば、その演出力は遺憾なく発揮されるはずなのです。まだものを作る人間で完全主義者じゃないやつはいるかっていうんだよ。いつまでたってもこれは不完全だと思ってるやつが本当にものを作るやつであってね。で本当にねこう打ち込んで仕事をしてればね、どんな仕事だってそれが面白くなるんだよ。だからみんなこう嬉しそうに働いてるでしょ。面白いからだしね。ああいうことにならないといいものはできないしね。で毎日の仕事はしんどいよ。そうだったらみんな好きなんだしね。
でそれがこうどういう具合に活用されて映画になっていくかっていうのも楽しいしさ、だからみんな一生懸命働いてんだよ。そうじゃなくてさ、こういやいや働いてるんだったらやめろって言うんで、そんなのまあクビにしちゃうけどね。みんな一つことだけども、些細なことでもそうでも少しでも良くしようと思ってみんな一生懸命やってるから、自分たちも面白くなってきてこう。演出、それはどうも人間性そのもの全てが投影されるもののようです。つまり理論的な説明が最もしにくい分野が演出のジャンルと言えましょう。よく黒澤監督が演出意図を取材される時のお決まりのセリフに「自然にこうなってしまった」という言葉が出ますが、あの言葉は質問をはぐらかしているのではなく、彼が心から思っている答えなのです。もし皆さんが映画監督を目指しているならば、映画は理論よりもまず実践であると思います。そして映画が撮れなくともシナリオは書けるということが黒澤明の口癖でした。その実践の中から一つ一つ自分と対峙して獲得した体験、そして多くの記憶の中からその作品に適した自分らしい演出の仕方が見えてくるものだと思います。映画を作りたいんですよ、僕は。美しい映画を。で映画っていうのを追求して50何年間やってきたわけですけどね、もうそろそろ60年近く、まだまだ本当に映画っていうのはつかめてないと僕は思ってるし、この映画でも、素晴らしい映画ができたっていうことを皆さんに喜んでもらいたいんです。で映画っての美しさをそれで満喫してもらいたいんです。僕が一番考えているのは、その素晴らしく美しい映画を作りたいっていうことです。でその中で考えていることを自然に話して世界中の人に理解してもらいたいと、そう考えているわけです。映画っていうのはね、スクリーンっていう一つのこう媒体を通して世界中の人がそこへ出てきた人たちと一緒に生きて、一緒に苦しんだり悲しんだりなんかしてお互いに理解する、そういう特別な機能を持っていると思うんですね。それが映画の一番素晴らしいところだと思うんですよ。でそのためには映画の美しさっていうものを通してみんなに理解してもらわなきゃなんない。その美っていうものは世界中の人が同じに感じるものですからね。その美しさからこう心が通じ合うわけですよね。それを理解してもらえれば、そういうものを僕は作りたいんでね、それを意図してるわけです。今度もだからそういう意味で僕はこれまで作った映画でこれが一番美しいと言われるような映画として美しいと言われるような映画を作りたいわけ。それが一番の眼目ですね、僕としては。だから特にメッセージをどうのっていうことではないんですよ。皆さんいかがでしたでしょうか。黒澤明のことは一言でなかなか語り尽くせませんが、映画のこともなかなか簡単に語ることは難しいと思います。黒澤明も多分明快に簡単にという映画作りを心がけて、それを追っかけてきたんだと思うんですけれども、私も黒澤組の末席で父の気持ちを受け継いでこれから映画作りに努力していきたいと思います。黒澤組の皆さん、長いことありがとうございました。そして、ファンの皆さん、どうもありがとうございました。